今現在なんと8000人しかいない。ほんまええ加減せよ北海道の天気は。熊出没注意の看板多すぎ。ふるさと大夕張の日、全部シャッター閉まってる。もう一つね、夕張市を選んだ理由っていうのはあるんやけど、夕張市はね、かなり哀愁漂う街で、今現在はさ、夕張メロンぐらいしかイメージないやん。でもね、一昔前は夕張市といえば石炭の街やったらしい。だから炭鉱で栄えてたみたいな感じやってんけど、エネルギー革命起きてガソリンに切り替わったことで炭鉱が次々と閉鎖していったでしょ。でそれによってね、1960年頃に12万人いた人口が今現在なんと8000人しかいない。仕事がなくなったから若い人が次々と夕張市を後にして、もう今高齢者しか登ってないらしい。12万人が8000人でやばいで。1クラス40人やったはずが、もうそのクラスが3人になってるっていうレベルやから、だいぶやばい。しかも残ってんの高齢者のみで、ちょっと焦りを感じて観光産業に力を入れ始めたんやけど、それも全然うまくいってなくって、でなんとか夕張メロンがギリギリ知名度上がってるっていう状態らしい。でも財政的にもボロボロなんやけど、国策でダムが作られることによってでかいダムが今夕張市にあるんやって。でそれの固定資産税によって夕張市はギリギリ保たれてるっていう状態らしい。市の中で最も人口が少ないのが夕張市で、ここ60年での人口減少率が最も高いのも夕張市らしい。だいぶやばいよね。なんかもうおそらく近い将来消えてなくなるんじゃないかなと思うから、ちょっとどんな哀愁が漂ってんのかっていうのをこの目で見ていきたいと思う。すごいよね。人が減って観光産業頑張ったけど、それも無理でダム建てられて、ダムでなんとか持ってるって、もう先がないよな。まあでも日本は今後あれ市区町村ガンガンなくなっていくからね。だからね、公務員もね多分ね余りまくるからさ、市区町村合併しまくるでしょ。首には法律でできないから、まあ、天下りしまくるんやろうね。だから公務員神話もそろそろ消えるんかなっていう気がする。あと20年ぐらいでね、たくさんの公務員が公務員じゃなくならざるを得ないっていう状況になるから、暗いな。まあまあその先頭を行ってるのが夕張市よ。仕事があるかどうかっていうのがやっぱ一番でかいんよな。軍艦島なんかその最たる例やんか。石炭が取れるから、くっそ狭い島に急に8000人ぐらい移り住んで、2000人か8000人か4万人やっけ。一時期あれでしょ、東京の人口密度も超えてたんでしょ軍艦島。ほんまに狭いんやであれ。歩いて2時間ぐらいで一周できる島で、人口密度東京を上回ってるってだいぶやばいやろ。でもあっこも炭鉱がさ閉鎖したことによって、もう仕事がなくなってもって人が一気にいなくなって、今もうゼロでしょ。今なんか世界遺産的なやつに登録されてんのか。ほんで保護する流れができて、やっと観光名所として訪れることができるようになったから、それもねいずれは見に行きたいとは思ってる。まあでも佐賀県違うわ。あ、そうや佐賀か。ちょっとアクセスが悪すぎるから、まあおいおいって感じやな。わざわざ田舎に仕事持ってくるメリットもないやん。消えざるを得ないでしょ田舎から人は。田舎にとどまらせたいんであれば、田舎にいるからこそのメリットを与えないとどうしようもないよね。だからそれが田舎特有の手厚い補助金なんやろうけどね。子供1人につき100万とか。まあでもそれでも厳しいな。仕事なかったら結局生きていけへんから、延命治療にしかなってないわ。はい、というわけでね、夕張市は結構壮絶な歴史をたどってるのよ。夕張メロンだけじゃなくってね、かなり哀愁漂う絶望的な市っていうことやから、ちょっと楽しみです。ということで残り2時間1分111キロタイムアップします。しません、頑張れ俺。ここは俺は頑張って走るから、みんななるべくそのまま見といて。一応言っとくけど、夕張市今日晴れの予報やからな。ほんまええ加減せよ北海道の天気は。何一つ信用できひんわ。美瑛曇りやのに晴れたし、夕張晴れやのに雨降ってるし、あかんでほんま。もうこんで1時間も運転せなあかんねんから、こんな感じが続かれたら困るからさ。とはいえ地図を見てもさ、しばらく山道なのよね。北海道は最後の最後まで手を抜かないな。俺に1泊7000円でさ4泊して2万8000円払ったのにさ、結局花は見れへんしさ。このツーリング北海道で初めての雨に打たれることになるしさ。北海道はやばいな。梅雨ないって聞いたから北海道さっき来たのに、こんなんやったら別に北海道さっき来る必要なかったやろ。だいたい俺あれ21日目から50日51日目か。今30日も北海道、30日も北海道いんのか。
はい、夕張まで残り28分27キロというところになっていて、今現在は国道の452号をひた走ってるっていう状態なんやけど、美瑛からさ夕張に行くまでのルート、国道452号さ、誰一人通らん上に山深すぎるし、携帯の電波入らんし、しかも熊出没注意の看板多すぎ。すごいなここほんま。キツネさっきから何匹見たかわからんぐらい見たわ。ごめん、嘘、2匹見た。でもね、もうキツネはいらん。かといってクマもいらん。怖い。ここ夕張あれやな、誰も目的地にしないだけのことはあって、車が全然通ってない。車が往来多ければさ、道路やから渡るときは手を挙げないとなみたいな思ってくれるけど、こんな少なかったらもう道路として認識しないよね、動物も。だからキツネなんかさっきあれで路肩で寝てたから、俺が通ったらびっくりして飛び起きやがって。道路やっちゅうねんここ。山へ帰れ。ほんでカメラ回すとそれはそれでいいの撮れそうで、それも怖い。回してるから出るみたいな、こう謎のジンクスが起こりそうな気がして、なんかね、北海道旅行中もね、回してない間何も起こらへんねんな。でも回し始めるといろんなハプニングが起こってくれて、今日も急にババア手振ってきやがったし、なんでや、何の手振りや。カメラ回すとハプニングが多いねんな。なんであれ手振ってきてたんか未だに分からんわ。ババア何やったんやろな、あれ。俺にしか見えてなかったんかな。いいの撮れんのは嬉しいんやけど、あれでしょ、まだ最終兵器残ってるから、最終兵器だけはちょっと残しといてもらう形で次の人に回してもらえればと思ってるから。俺は食害っていうねんて、クマに襲われて死ぬこと。食べる害やって。なかなか死ねないよ。こんな山を越さないといけない。残り24キロもこの誰ともすれ違わない凄まじい山道、何のために作ったこの道路。夕張に行くためか。夕張がもう誰も行かんから、ホテルも2軒しかないね。ホテル2軒と俺が教育ユースホステル1軒みたいな。観光産業がうまくいってないから誰も来おへん。あとはもうメロン産出するぐらいしかないのよ。残り23分頑張れ俺。ふるさと大夕張の日、すげえ。よう飛ばんでここついてんな。大夕張小唄、シューパロに風渡り流れも。シューパロはダムの名前ですね。夕張市に作られたダムがシューパロっていうダムやったはずやったけど、もしかしてこれか、これシューパロダムか。閉校記念碑。はあ。なんかね、シューパロダムを作ることによって多くの居住エリアが沈んでしまったらしい。それによって閉校したのかな。でもそれ以前の問題よな。過疎化は過疎化やしな。これダムやったらものすごいな。でも水の流れは見えないな。大夕張、良いとこ炭鉱の町をらしいです。この町はマジですごいな。夕張市南部町ですって。ここはやってるんや。すげえ。セイコーマートないんちゃうこれ。北海道民最後の砦でセイコーマートないで。わ、すっげえ。全部シャッター閉まってる。うわ、すっげえ。体育館。なんかガソスタあるわ。ガソリン入れていこう。やってんのか。やってるはやってんのか。これきついのやってんのか。やってなさそうやな。ちょっと聞きに行くか。電気はついてるもんな。鍵閉まってるわ。明日やな。ここっぽいよね。はい、合ってる。森吹エンスト。あれか。オッケーオッケーオッケー。到着。298キロ。だいぶ飛ばしてんな、最近。最近はもう北海道出たくて仕方ないから、そのモチベーションだけでむっちゃ走ってるわ。すごい素敵なロッジやな。夕張なんか宿少ないからものすごい来てるやん、ここ。明日平日やで。